こんばんは。こんばんは。菊水です。皆さん、スパークしてますか？本日は5月27日。27日は船口の日です。毎月27日はツイッターでイベントをやっていますが、本日は特別に YouTube からライブ配信をしております。申し遅れましたが、私、こちら、船スパ係長こと、菊水の長谷川です。どうぞよろしくお願いします。本日はもう一人、菊水の製造責任者を、連れてまいりました。紹介します。生産部製造グループの伊藤です。よろしくお願いします。普段の仕事に関しては、生産管理、あとは生産計画などの業務を行っております。本日は初めての YouTube の配信ということで、緊張していますが、よろしくお願いいたします。緊張しています。では、本日はですね、ツイッターの方は19時から乾杯したいと思いますが、それまでこちらのライブ配信で、実は皆様から事前に、たくさんの質問をいただいております。ハッシュタグ教えて菊水で、製造責任者への質問をいただいておりますので、そちらに、お答えしていきたいと思います。それでは自己紹介、がてらですが、今伊藤さん菊水には入社して何年目でしたでしょうか？ですね、入社してから、29年29年になりますね。はい。ちなみに今おいくつなんでしたっけ？今私は昭和47年生まれということで、はい、今日の船口と同じ年に生まれたので、ですね、48歳ですね。はい。船口と同じ48歳ということですね。ずっと入社からずっと製造ですか？入社してからは最初仕上げですね。作りから、あとボトリング詰める、はい、その間のところのろ過という業務を、お酒の総仕上げをするところですね。そうですね。そこで10年、お仕事をさせていただいて、そこから作りの方に、移動して、今に至っております。はい。先ほど入社から29年目ということですけど、実際船口の、製造のその現場に携わってこられたのはトータル何年ぐらいされてるんでしょうか？そうですね、作りの方に来てからなので、19年、はい、船口の作りの方に携わらせていただいております。はい、ですね、今も船口の製造、実際携わってるんですよね。そうですね。今日も船口の仕込みを、させていただきました。今日も船口元気に仕込んでおります。おはようございます。それでは、これから皆さんの質問に答えていこうと思いますが、もしお手元でツイッターご覧いただける方はですね、質問もツイッターに上がっておりますので、お答えしていきたいと思いますが、そうですね。ちなみにあれですよね、今月、先月もそうですけど、世の中でオンライン飲み会とかたくさんされてましたけど、今日私たちライブ配信をしていますが、伊藤さん、オンライン飲み会とかされました？私はやっぱり機械にちょっと疎いので、はい、オンライン飲み会というものはしておりません。はい。なんですけど、毎日忘れずに晩酌はしております。どうですか？最近は家にいること多かったんですけど、お酒飲む量とか増えてます？飲む量は増やさないようにですね。コントロール中。はい、コントロール中です。はい。わかりました。では
皆さんのご質問にお答えしていきたいと思いますが、では、じゃあ順番にちょっといくつか、質問にお答えしていきます。では、最初の、質問出ますでしょうか。はい。日本酒初心者におすすめする菊水のお酒はありますかということですが、いかがですか、伊藤さん。やっぱり初心者向き、これがいいよみたいなおすすめ何かあれば。やっぱり今日船口の日なんで、はい船口はおすすめしたいんですけど、私のおすすめ、初心者の方におすすめしたいのは無鑑定というお酒です。多分ちょっと無鑑定ってありますか。ちょっと待ってください。こちらですね。見えますか。無鑑定です。はい。そうですね。この無鑑定というお酒は、すごい味はすっきり、してまして、吟醸酒なんですけど、そんなに香りも高くなくて、すごく飲みやすいお酒になっております。で、この無鑑定というお酒はいろんな料理に、合わせやすいお酒になってますので、私からお勧めしたいと思っております。なるほど。船口はすごく、フルーティー、ダイナミックな美味しさ特徴ですけど、こういうシャープなお酒も菊水ございますので、よかったら、ビギナーの方にお勧めするときはぜひ、こちら無鑑定よろしくお願いします。お願いします。はい。では、2つ目いきましょうか。はい。これ、たまに聞かれるんですけど、お酒を作る人は納豆を食べないって本当ですかという質問が来てますが、これ実際のところはどうなんでしょうか。よく言われますけど、実際現場ではどうなんですかね。実際皆さんよく、言われるんですが、はい。まあ、納豆は本当に食べないわけではなくて食べてます。はい。はい。でも極力麹の作る時ですね、はい室っていうところに入る時とかは極力食べないように、しておりますね。はい。なので、食べるのは食べるということですね。納豆は食べます。ただあれですよね、その食べた後に、しっかり準備するときに、ケアをするというか、そういうところなんでしょうかね。そうですね、毎日、っていうか、歯ブラシしますのでね、そこはしっかりと気をつけて、作業に取り組んでおります。ちなみに逆に、納豆は食べますよということだったんですが、何か他に蔵人ならではというか、作り手は作業前にこういうの気をつけてるよとか、なんかこういう食べ物はちょっと注意してますみたいな、そういうものって何かあるんですか。やっぱり私も含め作る方、お酒を作られてる方はみんなそうなんですけど、やっぱり毎日できたお酒を利き酒いたしますので、やっぱり前の夜とかにはニンニクとかその香りの高いものを食べないようにお酒の味をしっかりと把握するということはしっかり味に敏感なというか、利き酒能力を高めた状態で仕事に入る、そういうことですね。なるほど、わかりました。では次進みましょうかね。はい。次の質問出ます。はい。これちょっと似たような質問がいくつかいただいていまして、どのようなきっかけで、蔵人を目指そうと思ったのですかとか、子供の頃から蔵人になりたいと思っていたのでしょうかと、その目指すきっかけみたいな質問をいくつかいただいてますが、伊藤さんは入社する時から酒造り一本で菊水に入社したとか、そういう形なんですかね。この辺っていかがなんですか。あまり正直に、答えたくないところなんですけど、実際私は高校卒業してから会社、菊水に入社しましたので、高校卒業っていうことは18歳未成年ですので、その時にはやっぱりお酒作りたいと思って、入社したわけではなくて、やっぱりなんか物を作りたいと。まだお酒わかんないですよね。そうですね、わかんないですね。なので物を作りたくて、その頃有名だった菊水というところに入社させて。じゃあものづくりの、場に飛び込みたいっていうところから入ってから酒造りの道に入ってきたみたいな、そんな
入社してから酒造りの道へみたいな、そういう感じなんですよね。やっぱり未成年の時はね、やっぱりおまあ酒わかんないですからね。はい。菊水の伊藤はそういった経緯です。では、次また行きましょうか。はい。次はですね、構成白のお酒造りで、特に苦労することは、菊水でいうと、蔵水とか、あとはコンテスト、鑑評会と言われるコンテストに出品するようなお酒では、たくさんお米を磨きますね。それを構成白と言うんですけど、そういう、お米をたくさん削って、作るお酒作りの中で何か苦労することあれば教えてください。はい。まず最初に構成白ということで、菊水には蔵水というお酒がありますけど、23% までお米を削ります。なので、やっぱりお米の栄養がだんだん少なくなってくるというところなので、やっぱり栄養が少ないということは発酵も弱くなりますので、ゆっくり低温で、仕込むお酒を醸すっていうところが難しいところで、あともう一点はやっぱり、お米ですね。お米をやっぱり浸積水につけるということで、その時間がやっぱり秒単位で、味が変わってきますので、そこを一番気をつけて。そうですね。あれですね、ストップウォッチ使って仕そう事してますよね。はい。多分皆さんも毎日ご飯を食べるときに水加減ってすごく、気をつけてやってると思いますが、お酒も同じように水の加減ですねを気をつけてやっております。やっぱり細かく秒単位で、工程をたくさん決めていくっていうのは先のなんていうんですかね、出来上がりとかゴールみたいなイメージはやっぱり最初にもう出来上がってるわけですからね。やっぱり出来上がりの味を、イメージしっかり先にゴールをしっかり作っておくっていう、そういうことなんです。そこから秒単位で親戚を細かく決めていく。はい。今あれですね、チャットの方で構成白の今ご紹介したようなお酒の値段を教えてくださいという質問がありましたので、参考にですね、菊水の蔵光は、750ml 入りなんですが、1万円です。1万円で販売していますので、皆さんの晴れの日、人生の特別な日にはぜひ一度お試しください。よろしくお願いします。はい。では、次、じゃあ行きましょうかね。はい。お酒を作る人ならではの苦労話がありますかということですが、仕事をしていく上で。やっぱりお酒っていうのは、物を作るっていうのもみんなそうなんですけど、一人で、できませんので、やっぱりそのチームワーク、和で醸すというところを一番気をつけて、やってます。やっぱり一人一人の技術が集まってできますので、やっぱり一人でも欠けてはいい酒ができませんので、そこをチームワーク作りっていうところを一番苦労しているところですかね。やっぱり苦労するというか一番大切っていうことなんですよね、チームワークが。それなくしては作れないと。船口もそうですよね。そうですね。わかりました。では、そろそろ最後の、質問でしょうかね。はい。ちょっといろいろいただいてるんですが、これが最後の質問にしたいと思います。数ある酒蔵の中で、菊水ならではの製法とか、あと、ここの土地柄のようなものが、生かされていることがあれば教えてくださいということですが、まずは、ここ、菊水の製法、菊水ならではの製法とか、そういったお酒作りのなんか特徴みたいなことでいうと、どういったことになるんでしょうかね。やっぱり一番の特徴というと、やっぱりうちの菊水の中で一番多く作ってる船口ですね。これが船口が生酒っていうことで、やっぱりお酒の味っていうのはデリケートなので、生のままいつも同じ味を作るというところの製法が一番
難しい、はいところになると思いますし、他の酒もみんな同じなんですけど、船口というお酒は生酒というところで、そこを一番。菊水はそのデリケートなお酒、ほぼ一年中作り続けてますからね。そうですね。はい。今日も先ほど、はい仕込みを行ったと言ってましたけど、本当に皆さんがたくさん飲んでいただいてるので、本当に8月のですね。去年はスタート8月8月ですよね。8 8月月からスタートして、今年もまだ作り続けている。はい。本当にありがたいことですね。はい。ありがとうございます。一つはそういうデリケートな一番気を使うお酒をずっといつも作り続けてるっていうのは大きい特徴です。それが管理できるというところなんでしょうかね。あとはここのこれ新潟県の新発田市というところなんですが、何か土地柄で特徴というかお酒作りに反映されているようなこととか何かありますかね。やっぱりこの新発田市の、お水というのがすごく美味しくて、やっぱりお酒作りにすごく適してますので、そこは一番この土地柄に、合ってる、お酒が合ってるというところじゃないでしょうかね。はい。なるほど。わかりました。では、質問、ちょっと今日お答えできるのは、このくらいになりますので、もし今後もご質問あればですね、菊水のツイッターの方にぜひ、ハッシュタグ教えて菊水で投稿いただければ、菊水のメンバー答えていきますので、どしどしお寄せください。で、なんか今、質問入ってるんですけど、最後に私からなんですけど、今、長谷川さん今、船スパ係長ということなんですけど、いつになったら課長になれるんですかね。なれるんでしょうか。そうですね。頑張って、船スパが全国どこでもお客さんが買える状態になったら、きっと会社もこれが変わってくるんじゃないでしょうかね。じゃあ次のどうでしょうか。社長どうですか。なんか聞こえてきましたので、はい。来た。もっと売れるようになったら、じゃあ、課長にしようか。わかりました。ありがとうございます。家族のみんな見てる？頑張ります。それでは何するんでしたっけ？すみません。そうだ。そういう質問が皆さん質問ここまでなんですが、最後にですね、本日はスペシャルゲストをお招きしております。私の方から、ご紹介させていただきたいと思いますが、本日のスペシャルゲストですが、三味線プレイヤーの文吉さんにお越しいただいております。文吉さんについてご紹介します。新潟県出身の、三味線プレイヤーとして、新潟はもっとよりですね、国内、それから海外でも今演奏の活動をされていらっしゃる、大変注目されている三味線プレイヤーでございます。ちょうど去年の10月はですね、ニューヨークのカーネギーホールで単独公演を開催しました。チケットもソールドアウトで満席の中で大成功を収めるということで、非常に、皆さんから注目が集まっている三味線プレイヤーの文吉さんに今日はお越しいただきましたので、実はこれから、ライブ配信で演奏していただきます。皆さんちょっとこちらご覧ください。私についてきてください。よろしいでしょうか。それでは、文吉さん、お願いします。どうぞ。
さんありがとうございます。こちらこそありがとうございましすみません、ソーシャルディスタンスで失礼します。た。もう笑っちゃって面白い。梅さんニューヨークのステージとはちょっとだいぶ違うと思うんですけど、この酒蔵で演奏するっていうのはいかがですか？お酒にとって美味しくなればいいな。ありがとうございます。演奏しましたけど。きっと今日船口仕込みましたので、この演奏を聴いてる船口はきっと美味しくなると思います。ありがとうございます。あれですね、文吉さんも YouTube のライブ配信されていらっしゃいますよね。そうなんですよ。文吉というチャンネルでやってまして、実はね、今日の踏み込めっていうコメントで、僕紹介したのが無観点なんです。ありがとうございます。いや、俺今日伊藤さんと同じだなと思って見てください。ぜひ。偶然なんだよこれ本当に。皆さんページの下に、情報出ていますが、文吉さんの、YouTube のチャンネルの情報は、コメント欄にありますので、ぜひ皆さん登録してご覧になってみてください。それでは、そろそろ時間も、迫ってきましたので、ちょっとみんなで乾杯したいなと思うんですけど、文吉さんは普段、菊水のお酒で、さっき無観点の話ありましたけど、他は船口とかは飲まれる機会とかございますか？船口ニューヨーク行ってる時にですね、いろんなレストランに置いてあるんですよ。で、素晴らしい。黄色いのからオレンジまで。オレンジだっけ？合ってる？はい、そうですね。レッド。レッド。ありますね。だからあれは日光を遮断するんですよ。そうです。アルミ缶で。いいですね。だからいただいてます。ありがとう。アメリカでの楽しく美味しく飲んでます。ニューヨークのライブ終わりで菊水飲むこともできるということですね。そうなんです。素晴らしい。素晴らしいでしょ。行けないけど今。そうですね。行きたい。わかりました。今後何かちょっと機会があればですね、菊水のこのライブ配信にもまたぜひお越しいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。面白くてさ。ありがとうございます。係長面白くて笑っちゃった。そろそろあれですね、時間も迫ってきましたので、ちょっと乾杯の準備しましょうか。では、じゃあみんなで乾杯したいと思いますね。5月27日、船口の日、皆さん行きますよ。せーの、乾杯！届かない。笑わせないでよ。面白いな。それではこれから、私たちツイッターの方で皆さんの投稿をお待ちしておりますので、ぜひ皆さんのお気に入りのおつまみと一緒に、ツイートしてください。ハッシュタグは船口でお願いします。どうもありがとうございました。乾杯。